1日5分で仕事の評価が激変。説明上手になれる伝え方の極意と実践ステップ。一生懸命話してるのに、上司から、で、結局何を言いたいのと言われてしまう。そんな経験はありませんか？自分の考えを正確に伝えるのは想像以上に難しいものです。しかし、仕事で高く評価される人は例外なく説明の型を身につけています。説明が下手なのは決してあなたの能力のせいではありません。ただ、相手が理解しやすい伝え方のルールを知らないだけなのです。この記事では書籍、仕事で評価される1日5分で説明上手になる伝え方の内容をベースに、今日から実践できる具体的なテクニックを説明します。読み終える頃には、あなたの言葉で周囲が動き出し、評価が劇的に変わるはずです。なぜ説明上手な人ほど仕事で高く評価されるのか。ビジネスの世界において説明力は単なるコミュニケーションスキルではありません。それは相手の信頼を勝ち取るための最強の武器です。ビジネスで最も奪ってはいけないのは相手の時間です。多くの人が勘違いしがちですが、詳しい説明が良い説明とは限りません。むしろ情報が多すぎると相手は判断に時間を取られ、ストレスを感じます。高く評価される人は情報の削ぎ落としが非常に上手です。相手の時間を奪わないことを最優先に考えているからです。説明を短く、かつ的確にまとめることができれば、この人と仕事をするとスムーズだという信頼につながります。実践。1日5分で所得。相手を即納得させる最強の伝え方。説明上手への近道は才能ではなく、肩の反復練習にあります。すべての基本はプレポ法の徹底にあります。日本のビジネスシーンで最も好まれるのがプレポ法です。以下の順番で話すだけで論理的な構成が完成します。P、結論。最初に一番伝えたいことを述べる。R、理由。なぜその結論に至ったのか、根拠を示す。E、具体例。相手がイメージできる例え話や数字を出す。P、結論。最後にもう一度結論を伝え、念押しする。なぜ結論から話すと良いでしょうか？それは聞き手の脳がこれから何の話を聞くのかを準備できるからです。結論が見えないまま理由を聞かされるのは、地図なしでドライブするような苦痛を相手に与えてしまいます。1日5分でできる脳内言語化トレーニング。プレップ法を定着させるには、日常の些細な出来事を変換する練習が効果的です。例えば、ランチで食べたカレーの感想を脳内でこう組み立ててみてください。結論。今日のカレーはここ最近で一番の当たりでした。理由。スパイスの深みと野菜の甘みのバランスが
絶妙だったからです。具体例。特に10時間煮込んだという玉ねぎのコクがすごかったです。結論。非常に満足度が高かったので、明日も通いたいと思います。このように5分間の脳内変換の習慣にするだけで、いざという時に言葉がスッと出てくるようになります。相手の知りたい順に情報を並べる技術。自分語りを捨て、相手が一番に求めている回答を予測しましょう。上司が、あの件、どうなった?と聞いてきたとき、知りたいのは、経過ではなく、終わったのか、まだなのかという事実です。まずは相手が喉から手が出るほど欲しがっている情報を先制攻撃で差し出す。これが説明上手の共通点です。シチュエーション別評価を上げる一言の添え方。基本の型を覚えたら、次は現場での応用です。上司への報告、連絡、相談で信頼を勝ち取る。特に注意したいのがミスやトラブルの報告です。つい言い訳から入りたくなりますが、悪いニュースほど結論からが鉄則です。ダメ慣れ。実は担当者が急に休みまして、さらに PC の調子も悪くて、結果として遅れそうです。評価される例。プロジェクトが2日遅延します。結論。理由は PC トラブルと人員不足です。理由。現在は何々で対応中ですが、最終納期に影響が出る可能性があります。詳細。事実を先に伝え、その後にどうカバーするかを添えることで、上司は安心感を抱きます。会議、プレゼンで、あの人の話は分かりやすいと言われるコツ。大勢の前で話すときは、数字と具体例をセットにしましょう。売上が上がっていますというよりも、売上が前年比 120%、具体的には新規契約が30件増えていますという方が情報の解像度が上がります。要注意、説明上手を台無しにする3つの NG 習慣。どんなに構成が良くても以下の癖があると評価は下がってしまいます。などのフィラー言葉、自信がなさそうに見え、聞き手の集中力を削いてしまいます。黙る勇気を持ちましょう。一文が長すぎる。句点がない。何々で、何々なので、何々ですが、とつなげると、結局何が主語なのかわからなくなります。相手の反応を見ずに話し続ける。相手が首をかしげたり、時計を見たりしてしないですか?常に相手の理解度を確認しながら進めましょう。まとめ。今日から説明上手への第一歩を踏み出そう。伝え方は生まれ持った才能ではなく技術です。正しい型を知り、毎日少しずつ練習すれば誰でも説明が上手になれます。
明日から以下のアクションプランを試してみてください。最初の発言を結論から言うで始めてみる。一問を40から60文字程度で区切って話す。寝る前に今日あったことをプレップ法で30秒だけ振り返る。ただこれだけの習慣で半年後のあなたの評価は劇的に変わっているはずです。今日から明日の言葉で新しい信頼を築いていきましょう。